やっほー、皆さんこんにちは。じゃーん。なんか抹茶のスイーツが食べたいなって思って、ちょっと家にある抹茶系のものを取り出してきました。これは抹茶のチョコレートでしょ？これが抹茶パウダーで結構量が多くて 200g あって、これが抹茶のあんバターなんだけど、本当にね、美味しいのこれ。パンに塗ったり、パンケーキに塗ったりしても美味しくて。で、あと最後がこの、ちょっと前に美味しそうだなと思って買った抹茶のグラノーラで、すごい美味しいんだけど、なかなか減らなくてね。ちょっとここら辺を使って、今日は抹茶のアフタヌーンティーを開催しようかなって思います。で、まだ具体的に何作るかは決めてないんだけど、今回もね、いつも通り行き当たりばったりで、いろんな抹茶スイーツを作っていこうかなって思います。ということで張り切っていきましょう。まずはここら辺のシリコン型を使ってね、何種類か抹茶ムースを作ろうかなって思います。お菓子作りのアフタヌーンティー編はマスカットとイチゴに続いて3回目になるんだけど、普段のお菓子作りとは違ってちっちゃくて可愛いスイーツをいろんな種類作るってところが楽しいポイントなんだよね。で、私はあんまり普段和菓子を作らないんだけど、今回のテーマは抹茶で結構和菓子寄りなので、全体の雰囲気としては洋菓子と和菓子が掛け合わさったような感じにしたいなって思ってます。今はアングレーズベースの抹茶ムースを作ってるんだけど、これは結構洋菓子寄りだよね。アングレーズができたら溶かしておいた抹茶チョコレートに少しずつ加えていきます。よし、OK。そしたら泡立てておいた生クリームを3回に分けて加えていきます。てか私もともと抹茶スイーツをそこまで好きじゃなくて、外で食べたりとか一切なかったんだけど、抹茶が好きなお友達に抹茶スイーツを作ることがたびたびあって、それで自分のスイーツを食べてるうちにめっちゃ大好きになったんだよね。抹茶以外にも桜スイーツとか紅茶スイーツとか自分で作るようになって好きになったスイーツがたくさんあるの。共感してくれる人いるかな？よし、OK。まずは丸型に流していきます。これはそこにスポンジを引いてムースケーキにしようかなって思ってます。次はあらかじめ抹茶チョコでコーティングしたこのアイス型に絞っていきます。最後はこのショートケーキ型に絞っていくんだけど、2層構造にしたいので下半分にだけ絞りました。この丸い型はこのあんバターをね、真ん中に仕込んでおきます。とりあえず3つの型に流し込んだので、これとこれだけ先に冷やしていきます。で、これはちょっと一旦冷蔵庫で休ませておきます。後で土台にスポンジをくっつけたいんだよね。ちょっと満パンに入れすぎたからスポンジを入れられるように少しだけ生地を取り除いてきました。これで冷やしておきます。そしたら次は抹茶のスポンジ生地を作っていきます。これも3種類くらいのスイーツに使い回せたらいいなって思ってます。危な。そういえばね、全然話変わるんだけど、ついこの前マリオギャラクシーの映画を見に行ってきたの。キャラたちが本当に可愛いし、映画も面白いしで超最高だったから、近いうちにマリオスイーツ第2弾をやるかもしれません。よし、OK。これで焼いていきます。スポンジが焼けました。よいしょ。次はね、人生初めての練り切りを作っていきます。白あんをね、ここに加えていきます。練り切りって結構デザインの幅が広いから絶対に作れるようになりたいスイーツなんだよね。これで500ワット3分レンジで加熱していきます。あった
温めてきました。でまた混ぜる。温めて広げる作業を白あんが手につかない程度になるまで繰り返していきます。多分こんくらいで OK だと思う。なんかさ、私の白あん白じゃなくない？そんなことないかな。もっとみんな真っ白じゃない？なんで？これは冷蔵庫で1時間くらい寝かしてきます。先を急ぎましょう。次はね、抹茶のバスクチーズケーキを作っていきます。そしたらこの四角い型にね流し込んでいきます。めちゃくちゃちっちゃい。さあ量はちょうどいいかな。めっちゃ分量ちょうどいいんだけど。そしたらこれは焼いていきます。よいしょ。焼き時間どうしよう。次はパンナコッタを作ります。50度くらいまで温めます。OK。そしたらパンナコッタをこのプレーンカップのだいたい6割くらいのとこまで入れます。なんでこぼすの？もう意味わかんない。これあんのに。ちょっと左だけ入れすぎちゃった。ちゃんときれいにしてきたので、これは冷やしておきます。2時間くらいで固まるかな。そのまま抹茶ゼリーをパパって作っちゃいます。これはさっきのパンナコッタの上の層に使います。そしたらこれ半分だけムース入れたやつなんだけど、もう半分はパンナコッタを入れちゃいます。これで固めてきます。わ、こぼさないようにしないと。さっき焼いたスポンジをね、この型でくり抜いていきます。よいしょ。はい。横で切った方が良さそう。こっちの方が全然綺麗に切れる。そしたらこの一番最初に作ったムースの下に敷いていきます。これは今度は冷凍庫で冷やしていきます。よいしょ。じゃーん、バスクチーズケーキが焼けました。このサイズ初めて焼いたからちゃんと焼けてるか不安なんだけど、とりあえず冷蔵庫に冷やしていきます。次はフィナンシェを作っていきます。今回のアフタヌーンティーの焼き菓子はフィナンシェにすることにしたのです。最後に焦がしバターを加える。はい、できた。そしたらこのフィナンシェの型に流し込んでいきます。まずは油を敷く。多分ここの前列で終わると思う。よし、じゃあこれは焼いてきます。じゃーん、フィナンシェが焼けました。いい感じに焼けてる気がする。ちょっと一個味見してみようか。めっちゃ抹茶のいい香りなんだけど。美味しそう。なんか焦がしバターと抹茶の香りが相まってめっちゃ美味しい。やばいね。
めっちゃ濃厚。次はどら焼きを作るんだけど、これもね作るの人生初めてなの。見て、さっきよりどら焼きに近づいてる。ドキドキ。いきます。せーの。あ、もう完璧。完璧。見て、このドラちゃんっぽいどら焼き。ちょっといいのかな。卵半分の分量で6枚焼けたんだけど、これだけどら焼きなの本当にわからないくらい下手だよね。もちもちしてる。なんかホットケーキみたいな感じだよね。ちょっと生地薄いかな。ここにあんこが入る感じだよね。いいんじゃない？初めてにしては結構。抹茶クリームを作ります。抹茶ソースを生クリームに入れて、あとは混ぜる。はい、こんな感じで抹茶クリームができました。さっきのねスポンジの一部をカットしてきたので、抹茶のロールケーキを作っていきます。これさっきチョコ削ったやつね。これを振りかけたい。これは冷やしておきます。よし、残った生地をくり抜いていきます。残ったスポンジで何個かプチケーキを作ろうかなって思ってます。よし、OK。そしたらナッペをしていくんだけど、今回はドーム型の丸いケーキにしようかなって思ってます。ナッペは難しそうだけど、おしゃれな見た目になりそうだなって思って。あと全部が抹茶で味に飽きちゃうかなって思って、このケーキは間にみかんを忍ばせました。いい感じ。次はとうとう練り切りを作っていきます。うまくできるかな。なんで合ってる？わかんないんだけど。ちょっとあんこ入れてやってみようか。なんかさ、私の生地あんまり良くない気がすんだよね。硬い。ちょっと温めすぎちゃったかも。こうどんどん伸ばしていくイメージなんだけどさ、私の生地硬すぎて。やばい、下手すぎる。てかなんかさ、
さ、これが硬すぎて全然伸びないからさ、それが良くない気がする。なんかよくわかんないデコレーションをしてみた。なんか下手なんですけど、ちょっと難しい。まあ、とりあえずね、それっぽくデコレーションしていきます。じゃーん。練り切りはね、こんな感じで6個できました。なんか生地が全然伸びなくて、すごいやりづらかったんだけど。こう見るとね、めちゃくちゃ可愛い気がする。本当に。練り切りめっちゃ可愛いね。練り切りをマスターできたら、めちゃくちゃスイーツのデザインの幅が広がりそうなのでね。ちょっとこれからね、頻繁に練り切り挑戦して、スキルを身につけていきたいなと思います。ということで次行きましょう。よし、そしたらこのムースを取っていきます。お、いい感じ。取れた。オッケー。カタカタ。じゃあグラサージュをかけていきます。そしたらアイス棒の方も型から取っていこう。剥げちゃってるよ。あ、やばい。めっちゃ剥げてるじゃん。どうしよう。なんかめっちゃパキパキ言ってる。ちょっと。なんで冷やして足りなかったのかな。うまっ。これはちょっとあかんわ。これお皿に移すときにさ、ちょっと触れてしまった。最悪。ということで一旦これは冷やしてきます。そしたらムースケーキのデコレーションをしていくので、チョコでトッピング用のパーツを作っていきます。あ、いい感じ。そしたらこれを乗せる。ずれた。とりあえず小豆乗っけてみるか。ここにこっからどうしようかな。ピック刺すか。小豆が引っかかってさせない。これでいい？よし、この調子でやっていこう。よいしょ。これをじゃーん、こんな感じで抹茶のムースケーキが完成しました。イエーイ。なんか和と洋が調和した感じにデザインしてみたんだけど、どうでしょうか。よし、次行きましょう。よし、次これをデコレーションしていきます。まずはさっき余ったグラサージュをいい感じに垂らしていきます。じゃーん、こんな感じで抹茶ドームケーキの完成です。イエーイ。ちょっと器がすっごい汚いんだけどねここに乗せるときに倒しちゃってまた綺麗に修復してみたいにやってたらめっちゃ汚くなっちゃったんだよ。待って、本当に可愛くないということで、次行きましょう。よし、次パンナコッタを仕上げていきます。なんかさ、抹茶ゼリーがさ、すごい緩いの。なんでって感じ。最悪だ。なんでだろう。ゼラチン入れる温度が高かったのかな。
ちょっとこれ最悪だよね。めっちゃちゃんと冷やしたのにこの硬さだからさ、しょうがないんだよね。ここに抹茶ゼリーを入れていきます。みかんを入れよう。じゃーん、抹茶のパンナコッタが完成しました。可愛くないですか？次はチーズケーキね。これ大丈夫かな？出てこない。ここから一口サイズにカットしていきます。こんなんなんだけど、もういいや。さっき余った牛皮で作っといたお花、これ飾る。なんかあんま可愛くないかもしれない。どうしよう。なんか断面すっごい汚くなっちゃったんだけど、なんでまあいいや、とりあえずこれ完成にします。なんでよし、そしたら次はロールケーキを仕上げていきます。ロールケーキは言うてなんかデコレーションしなくていい気がするんだよね。思ってたのと違うけど、まあいいか。こんな感じで抹茶のロールケーキは完成にしようかなって思います。どうかな？なんか帽子かぶってるみたいだね。よし、どんどん行こう。そしたらどら焼きのデコレーションをしていきます。悩んだんだけど、この抹茶あんバターをね、メインに使っていこうかなと思います。これが超美味しいからね。こんな感じか？いらなかったかな？なんかおかしいかな？いい感じな気がする。見て、これでいいんじゃない？そしたら次はフィナンシェなんだけど、これは生クリームを加えた抹茶あんバターをかけて完成にしようと思います。抹茶あんフィナンシェができました。かわいい。ちょっとね、桜のフィアンティーニを振りかけたので、桜の香りがほんのりしてね、めちゃくちゃいい香り。というか、春って感じだね。はい。ということで、これも OK で、次行きましょう。最後はこの三角ムースなんだけど、これは牛皮で包んでムース餅みたいにして完成にしようと思います。できた。最後これは抹茶パウダーを振りかけて終わりにしよう。はい、できた。抹茶ムース餅の完成です。よし、OK。じゃーん、こんな感じで全部の抹茶スイーツが完成しました。イエーイ、お疲れ様です。待って、ものすごく可愛いんじゃないでしょうか。和と洋が合体した感じだよね。まあ今回もいろいろ反省点はあるんだけど、大きな失敗はなかったんじゃないかな。マスカットも黄緑だったんだけど、こっちはね深い緑って感じでめちゃくちゃ可愛いです。本当に幸せ。ってことで、ちょっと私は片付けをして今日は終わりにしようと思います。作ったスイーツはお友達にお裾分けして、一部をね自分でいただこうかなって思います。ってことでまたね、バイバーイ。作ったスイーツは次の日にいただきました。まずお皿に盛り付けるのがめちゃくちゃ楽しかった。
今回は全体的に味も見た目もうまくできたかなって思って一人でテンション上がってました。味の方は個人的にはバスクチーズケーキとムースケーキとフィナンシェが上位で美味しかったかな。友達にもスイーツをお裾分けしたんだけど、ドームケーキとどら焼きが好評でした。今回の抹茶スイーツも本当に楽しかったし、常に抹茶の香りがして幸せでしたね。次アフタヌーンティーやるとしたらオレンジとかレモンとかそういう明るい感じか、海とか夜空とかそっち系もいいかなって思ってます。なんかテーマでリクエストがあればコメントいただけると嬉しいです。さあ次はどんなスイーツを作ろうかな。ということで今日も動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。